皆さんこんにちは、しょうこです。今回もポッドキャストを聞きに来てくれて本当にありがとうございます。もう7月、日本はものすごく暑いです。皆さんの国はどうですか？夏、暑い時期になると食べたくなるのがアイスクリーム。日本のコンビニやスーパーにはいろんな種類のアイスクリームがあります。他の国より種類が多い気がしますが、どうでしょう？私はアイスクリームが甘いものの中で一番好きで、新商品や話題のアイスが出るとよく食べています。特に抹茶味が好きなんですよね。それでは今回は外国人にも人気の日本のアイスについてお話ししたいと思います。日本って食感とか味とか本当にこだわりがある商品が多いんですよ。それでは始めましょう。日本のアイスが外国人に人気がある理由、実は大きく分けて3つあると言われています。1つ目は和のフレーバー、日本らしいフレーバーということですね。抹茶や黒ごま、小豆などがあります。私は抹茶も小豆も大好きです。2つ目は独特の食感。お餅が入っていたり、シャリシャリした食感だったり、海外にはあまりないタイプの食感です。お餅のアイス、いろいろありますよね。思いつきますか？三つ目は濃厚なミルク味。日本のミルクって濃厚で滑らかだと評判なんです。確かに日本の牧場のソフトクリームってすごく濃くて美味しい。どうですか？日本のアイスと皆さんの国のアイスとの違いはありますか？それでは日本で特に人気のアイスを紹介していきますね。まず最初に紹介したいのは、井村屋の小豆バーです。これは本物の小豆の粒が入っているアイスで、日本独自の味わいなんです。甘さも控えめで、添加物。添加物っていうのは、食品に人工的に加えて長持ちさせるものですね。を使っていないという点も健康を気にする外国人観光客から高く評価されています。見た目はシンプルな棒状のアイスなんですが、食べてみると小豆本来の味がしっかり感じられて、ちょっと和菓子を食べているような気持ちになります。これね、めちゃくちゃ硬い。アイスキャンディーのような感じですね。でも本当に美味しいし、甘すぎないから私も気に入っています。次は雪見大福です。ロッテという会社が作っています。バニラアイスをもちもちのお餅で包んだアイスなんですが、これが外国人の間で魔法みたいと絶賛されているんです。実際に外国人観光客が雪見大福を初めて食べる動画は YouTube や SNS でもたくさん見つかります。お餅とアイスの組み合わせって確かに海外ではあまり見ないですよね。このもちもちという食感自体が海外の人にとってはすごく新鮮な体験みたいです。雪見大福って昔は冬限定の商品だったんです。日本の暖かい部屋で食べるアイスっていうコンセプトだったみたいで。でも今は海外の人にも大人気だからなのか、年中見つけることができます。三つ目は森永乳業のピノです。一箱に一口サイズのチョコアイスが6個入っています。大きなアソートパックだといろんな味を楽しめます。アイス食べたいけどそんなにお腹空いてないっていう時にちょうどいいサイズなんですよね。私は食いしん坊だからもっと食べたいってなることが多いですけど。あと、このピノは普通は丸い形なんですけど、たまにハートの形のものもあるみたいです。私はまだ見たことないんですが、見たことがある人は教えてください。四つ目はチョコモナカジャンボです。これは私、大学生の時、友達に勧められて食べたのが、すっごい美味しくて感動したのを覚えています。モナカのサクサクとした食感が
日本独特だと言われています。あと、これは中にチョコレートが入っているんだけど、それが冷えててパキパキした食感なんです。このアイスが好きな人は多分それが好きなんだと思います。海外にも似たようなアイスサンドはあるんですが、このモナカ特有の軽くてパリパリした皮の食感は日本ならではのものだと思います。5つ目は赤城乳業のガリガリ君です。これはソーダとかコーラの味のシャーベットのアイスキャンディーで、パイン味も人気らしいです。私はパイン味食べたことがないんですが、かじるとガリガリという音がすることからこの名前がついています。この独特なガリガリ、シャリシャリ感、そして炭酸のようなシュワシュワ感が外国人にとってはかなり珍しい体験のようです。私もすごく暑い日に食べたくなります。これを食べると夏が来たなーって思いますね。味の種類もとても多くて、期間限定のユニークな味が出ることでも有名ですね。チョコミント味とか、すごく変な味のものだと、ナポリタン味、ケチャップ味のパスタの味ですね。なんかもありました。どうですか？ナポリタン味食べてみたいですか？6つ目は、ブリュレです。これ、なんか最近人気ですね。私の韓国人の友達が、これ、YouTube で紹介してたから、食べてみたけど美味しかったって言ってました。プリンのような濃厚な食感で、上が硬いカラメルになっていて、カラメルを割りながら食べるそうです。カラメルの香ばしさと滑らかな口当たりが特徴で、これ本当にアイスなの？と驚く外国人も多いそうです。ちょっと値段が高いけど、食べてみる価値はあると思います。コンビニで買える高級アイスです。最後はグリコのアイスの実です。これは果汁100%のフルーツアイスで、ぶどう味が特に人気らしいです。小さくて丸い形をしていて、一口で食べられます。これもピノみたいに一口で食べれるから、小さい時によく食べていました。あと、いろんな味があるのがいいですよね。ガリガリ君と同じで、すごく暑い日に食べたいアイスです。私、アイスって夏だけじゃなくて、寒い冬の日に暖かい部屋で食べるのも好きなんですよね。あと、お風呂上がりにアイスを食べるのも好き。お風呂上がりアイス、結構する人いるんじゃないかな。私の周りには結構する人がいます。暖かい部屋で食べるなら、ミルク系のアイスがいいんですよね。チョコとか抹茶とかも。逆に、さっぱり系のアイスは夏の暑い日に食べたいんです。これ共感できる人いますか？いたらぜひコメント欄で教えてください。ここで聞いてほしいのが、日本のアイス作りのこだわりです。日本の食べ物って常にいろんな研究がされてて、さらに美味しくなるようにどんどん改良、良くすることですね、をされています。例えば、夏と冬だとミルクの脂肪分を調整していたりもするんですよ。板チョコアイスっていう日本でもとても人気なアイスがあるんですが、これがそうで、夏と冬でちょっと違うんだそうです。同じ商品でも季節によって作り方まで変えるなんて、日本人のこだわりってすごいですよね。日本のハーゲンダッツの抹茶味は食べたことがありますか？抹茶味は光が当たると味が悪くなってしまうので、カップの蓋に光を通さないようなフィルムがついているんです。私はこれを聞いたとき、日本人の職人魂ってすごいなって思いました。抹茶味は私も大好きなフレーバーです。雪見大福やガリガリ君も食感が楽しめるようにいろんな工夫をされています。雪見大福って凍ってもお餅がもちもちしてるのすごくないですか？それから日本のアイスっていろんなフレーバーがありますよね。それも季節によって新フレーバーが出たりします。春には桜やいちご、夏には抹茶や柚子、秋には栗やずんだ、冬には
チョコレートや小倉、あんこのことですね。など、季節によっていろんな味があります。さらに、北海道、沖縄、京都、博多など、その土地ならではの素材を使ったご当地アイスも日本各地にたくさん存在します。最近では健康志向、健康に気をつけてることですね、も強くなっていて、低カロリー、高タンパク質、低糖質、豆乳などの植物性素材を使ったアイスなど、いろんなニーズに応える商品も増えています。種類が多すぎて、全種類食べることは難しそうですね。でも一回だけいろんな味のアイスをたくさん食べてみたいです。ここからは私も大好きなハーゲンダッツのことを話そうと思います。ハーゲンダッツっていろんな国でも売っていますよね。クッキー&クリームとか美味しいですよね。私はダントツで抹茶味が好きなんですが、日本には抹茶味以外にも日本限定のフレーバーがたくさんあるんですよ。実は2026年現在までにハーゲンダッツの日本限定フレーバーは累計というのはこれまでに発売されたすべてということですね。累計100種類以上にも上ると言われています。すごい数ですよね。なぜこんなに日本限定フレーバーが多いんだと思いますか？実はハーゲンダッツの生産工場って世界にたった3カ所しかないそうです。そしてそのうちの一つが日本の群馬県にあるんです。私もこれ知らなかったんです。皆さん知っていましたか？そう、日本には自社工場があるので、日本独自の商品開発がとても盛んなんですね。それでは、これまでに発売された日本限定フレーバーを紹介したいと思います。まず、抹茶味。日本を代表する和のフレーバーですね。それに、黒蜜きな粉。きな粉と黒蜜を合わせたフレーバーです。それに、ほうじ茶きな粉、玉露。玉露は日本の高級な緑茶です。そして、柚子ホワイトショコラ。全部美味しそうですよね。それから、クリスピーサンドっていうサクサクしたウエハースでアイスが挟んである商品もあります。しかも、アイスの周りにはパリパリしたチョコレートがついています。食感も味も最高です。日本に来たら、ぜひ日本のハーゲンダッツは試してほしいですね。私は抹茶が一番お気に入りなので、抹茶好きの人にはぜひおすすめしたいです。さて、今回は日本のアイスについて話しました。今回紹介したアイスの中で皆さんが気になったものはありましたか？私は個人的に小豆バーと抹茶味のアイスがすごくお気に入りです。もし皆さんが日本に来る機会があれば、ぜひ今回紹介したアイスを探してみてください。そして、もうすでに食べたことがあるものがあれば、ぜひコメントで教えてくださいね。今回も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。次回のエピソードもお楽しみに。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。